皆さんこんにちは。今日はですね、日常生活っていう意味で日本から持ってきておいて良かったものだったり、日本でやっとくことをおすすめすることをお話ししようと思います。で、それに関連してイギリスでこれを買うとこれぐらいの値段しちゃうっていうようなイギリスの物価事情も分かるような動画にしていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。ではここからはキッチン周りの持ってきてよかったものについてお話ししたいと思います。まずは100均で買ってくることを強くおすすめするグッズたちです。1つ目、温泉卵キット。これこっちの人は多分温泉卵を作るっていう概念があまりないかな。これに普通に卵を割って入れて、お水入れて、でフォークで穴開けてレンジでチンしたら温泉卵ができるっていうキットが日本の100均に売ってます。のでこれは持ってきて本当に便利です。丼の上とかにね、すぐポンってレンジで普通に1分以内でできちゃうのですごい便利です。はい、次が菜箸。日本食材店に行ったらもしかしたら売ってるかもしれないけど、菜箸、これも100均で買ってくることをおすすめします。あとは意外とあんまり売ってないこういうポリエチレン手袋っていうね、薄い手袋、なんかお肉とか切るときにとかハンバーグとかこねるときに使いたくなる薄い手袋が意外とこっち売ってなくてですね、こういうね薄い100枚入りとかのやつ100均であるので買ってきてたら便利かなと思います。次じゃん、これは何ていうかわからないんですけど、使い差しの袋を留めるためのクリップです。こういう便利グッズが本当に日本はすごいなとこっちに来てから思う毎日でして、でこれはこういうねキッチンの片栗粉留めるの、なんか使い方っていうのか分かんないんですけど、こういう片栗粉留めるためとか、なんか乾燥しないために挟むようなやつはすごい便利です。これほんと100均で何個か入ってるやつ売ってるのでおすすめです。あと持ってきた方がいいものはお米関連の米びつだったり、こういうねお米冷凍するタッパーっていうのはこっちの人お米食べるっていう習慣があまりないので、こういうグッズは私は見かけたことがないかな。なので持ってきた方がいいと思います。あと大事なのはやっぱりラップです。これはもともと日本からも持ってきてたのと、あとは両親とかに持ってきてもらったりしました。サランラップさんは切れ味が抜群ですし、何よりちゃんとピタッとくっついてくれるので、やっぱり日本のラップに勝るものをこっちでは見つけられてません。棚の中に今これだけストックしてます。ではここからは食べ物編に行こうと思います。じゃん、ふりかけ。懐かしい日本のふりかけです。こっちでももちろん売ってるんですけれども、結構ね単価が高くて、ゆかりとかも 2,3 本ぐらいするかもしれなくて、でふりかけってそんなにかさばらないですし、スーツケースにまとめて入れて持ってくるといいかなと思います。これさえあればほんと白ご飯炊いたら簡単なお昼ご飯になりますしね、私はよくそれで昼を済ませます。はい、次はこれだしパックです。これ日本食材店にももちろん売ってるんですけど、なんせ高くて、ちょっと後でここにポンドの日本食材店で買った場合の値段ここに書いておくんですけど、高いです。なのでこれもそんなかさばるものじゃないんで、まとめ買いして持ってきておくとすごいいいかなと思います。はい、あとはだしパックの続編として、こういうかゆのやのだしとかのだしパックっていうのはおそらく駐在されてる方みんな喜ぶと思います。でこれジャパンセンターっていう日本食材店にも売ってるんですけれども、結構お値段が張るので、旅行とかで遊びに来て海外在住の友達に渡すプレゼントとかにいいのかなというふうに思ってます。
とはお味噌汁の具、乾燥野菜ですね。ちょっとねもう私切らしちゃってて手元になくて紹介できないんですけど、こういう乾燥野菜、お味噌汁とかあったかいおうどんとかに入れるだけでネギとかね、わかめとかそういうのが入ってるやつ、あれすっごい便利です。こっちでもあんまり売ってないかな、売ってないので、本当に日本帰った時にまた一時帰国した時にまとめ買いしようかなと思ってるものです。次は缶詰です。缶詰、これもサバとかホッケとかで、これはこういうね焼き鳥レバーとか、まあこっちでも多分買えなくはないけど、これ保存食になりますし、賞味期限も長いですしね。おつまみ系とかはこっちでこういう、缶詰に入ってるおつまみっていうのはあんまり売ってなかったりするのでおすすめです。持ってきておくとちょっとお酒飲みながら日本を思い出すみたいな感じでほっこりするかなと思います。ではここからは日用品編。はい、まずは柔らかいティッシュ。これ日本で売ってる鼻セレブぐらいのこういうね保湿系のティッシュ、あとこういう保湿系のティッシュのポケットティッシュ版もたくさん持ってきた方がいいと思います。っていうのも他の国はちょっとどうかわからないんですけど、イギリス紙製品がものすごい高くて、私が買ってるティッシュ、そうこれイギリスので買ったティッシュなんですけど、これ2箱で1000円絶対超えます。そうで、これしかも一枚一枚がすっごい分厚くて全然伝わらないんですけど、だからいつももったいなくてこうやって剥がしながら使ったりするぐらいの不便さがあります。で、日常使いにはこれあってもいいんですけど、風邪ひいた時とかちょっと鼻荒れてる時とかのしっとり具合はやっぱり日本のティッシュに勝るものはないと思うので、これねあんまりかさばらない、これおすすめです。ドラッグストアとかに売ってたやつ。はい、次スポーツドリンクの粉。これポカリの粉なんですけど、こっちのドラッグストアとかにも意外とあんまり売ってなくて、でこっちのスポーツドリンクって味ついてるんですよ。これルコゼードいまだになんて読むかわかんない。これスポーツドリンクなんですけど、これオレンジ味で、これの他にもラズベリー味とかめっちゃピンクのスポーツドリンクとか売ってたりするんですけど、あんまり味がないスポーツドリンクが売ってなくて、売ってても多分経口補水液みたいな感じで売ってるのかな。なのでちょっと体調悪い時とかにこういうポカリあるとめちゃめちゃいいと思います。はい、次冷えピタ。これも売ってないですね。で、あったら意外と役に立ちます。消費期限も長いですし、これとか箱から出しちゃえばそんなにかさばるものでもないので、やっぱり病気になった時に家に置いとくものって日本のものだったら結構安心感強いですよね。なのでおすすめです。あとは薬系、よく飲んでる薬とかは日本から持ってきておいた方がいいと思いますし、もちろんこっちでも薬はもちろん売っていて、でなんなら日本で買うよりも薬は安いと思います。海外イギリスで買う方が。特にペインキラー、鎮痛剤のパラセタモールとかイブプロフェンとかに関しては薬局でだいたい1ポンド以下ぐらいでまとめて箱に入ってたりするのでめちゃめちゃ安いです。ただ安いけど日本人の体質に合うのかっていうところで考えると、おそらく一部の人にとっては強すぎるなって感じる方もいると思うので、そういう意味でも日本から自分が飲み慣れてる鎮痛剤だったり、こういう胃腸薬だったりっていうのを持ってきてると
海外生活でも安心だと思います。私もいっぱい持ってます。特に胃薬は日本のを使ってて、鎮痛剤も最初は日本のを使ってたんですけど使い切っちゃったので仕方なくこっちの飲んでますけど、確かにやっぱり効くけどこれ体に大丈夫かなっていう感じに思うこともあるので、はい、ちょっと薬に関しては難しいところですね。はい、続きましてクイックルワイパーのシートで、これ髪の毛とかだけを取る乾いてるシートなんですよ。意外とこっち乾いてるやつ売ってなくって、でこっちにある、私これは買ってるんですけど、これねめっちゃ濡れてるんですよ。それをいい時はいいんですけど、なんかめちゃめちゃ水拭きして綺麗にしたい時とかはこれすごい良くて、結構ねシトラスのいい匂いするんで結構使ったりはするんですけど、いかんせん床がびちゃびちゃになってしまうので、なんか髪の毛だけ取りたい時ってあるじゃないですか。そういう時はこれ持っておくといいと思います。はい、ここからは洗面系のもので日本から持ってきた方が良いものについてご紹介します。まず1つ目は基礎化粧品系ということで、こういうクレンジングとか化粧水は持ってきてたらいいかなと思います。クレンジングとかは別に全然こっちでも買えますし、こっちで買うっていうのもありだと思うんですけど、肌がちょっと繊細な方、センシティブな方だったりっていうのは持ってきた方がいいかなと思います。私は結構乾燥肌で荒れやすいっていうのがあるので日本から持ってきてます。で化粧水に関しては意外と売ってないのかな。こっちの人は結構なんか一気にクリームとかで保湿する場合とかがあるみたいで、あんまり化粧水っていうのが売ってないんですよね。化粧水に関しては日本から持ってきた方が安心かな。新生活でバタバタしたりしないかなっていうふうに思います。日本の化粧水だとドラッグストアとかでよく売ってるキュレルの化粧水っていうのはロンドンでもなんと買えます。で日本で買うよりかは全然高いと思うんですけど、最終手段としてもしなくなっちゃって困ったっていう時はいいかなっていうふうに思います。次は歯ブラシです。こっちの薬局でも歯ブラシいっぱい売ってるんですけれども、なんて言っても歯ブラシのブラシの部分がとにかくでかいんですよ。なので奥の方まで磨こうと思ってもうまく磨けないようなことがあったので、私は日本一時帰国した時にまとめて持って帰ってくる予定です。次、洗濯のシミ取り。これも意外とこっちではないかな。普通に洗濯洗剤とか漂白剤っていうのは売ってるんですけど、こういうピンポイントでこれ洗濯する前にトントントンって局所的にこうやってつけて洗濯したらシミ取れるっていうやつなんですけど、こういう便利な洗濯グッズとかっていうのも持ってきておいたらいいかな。すごい便利になると思います。あとこれは私の意見というよりかは主人から聞いたことなんですけど、男性用のヘアワックスはこっちの海外のワックスだと結構ベタベタにガッシガシに固まる系のワックスが売られてることが多いらしくて、日本人の方みたいにちょっとふわっと抜け感みたいな感じでワックスを使いたい方は日本から持ってきた方がいいって主人が言ってました。次はちょっとこっちでも買えるんですけれども、個人的には日本から持ってきた方が効くかなっていう感じのものとしては、まず湿布系です。日本の方がなんかピンポイントなツボに効く種類の湿布とかも豊富ですし、なんか成分的にも日本のやつの方が効くかなという印象です。あとはリップもたくさん売ってます。
けど、これニベアのディープモイスチャーっていうやつなんですけど、この日本のディープモイスチャーのものほどしっとり唇荒れずに保湿できるリップっていうのにまだこっちで私は出会えてないので、リップは日本で買ってくるようにしてます。あとここからは、イギリスでも買うことはできるけど高いっていうものに関してご紹介したいと思います。まずみりんと料理酒の値段が日本食材の中でも飛び抜けて高いなと思ってます。これはちょっとロンドンでも知ってる人多いと思うんですけど、ライスワインショップさんってところで購入したもので、ライスワインショップさんはロンドンの中でも比較的リーズナブルな価格で日本食材が買えるお店だと私は思ってます。で、仮にみりんが 600ml の宝みりん、これがね 7.99 ポンドなのでほぼ8ポンドだから1600円ぐらいします。この料理酒に関しては 500ml、 ちっちゃいサイズなんですけど 500ml で 8.69 ポンドから1700円ぐらいします。高いですよね。でもうこれを日本から持ってこようとすると重いし、ちょっとわざわざ持ってくるのもっていう感じだと思うので、これに関しては我慢して買うか代用して自分で作るか、白ワインとかで代用するとかで生き延びていきましょう。あとはユニクロとか無印とかで買えるようなヒートテック系だったり機能的な服とかインナーとか、ロンドンに関しては両方とも店舗があるので、日本でわざわざ買って持ってこなくてもこちらで買えるっていうことはあるんですけれども、いかんせん値段が日本で買うのと比べるとやっぱり高いので、やっぱ私は悔しさが勝ってしまうかもしれないので、今度の一時帰国の時にヒートテックを新調しようと思います。ではここからは日本で事前にやっておくといいことをお話しします。これは私も何があるかなって考えてたんですけど、そんなに思い浮かばなくて、ただこれだけは言えるっていうのは、歯医者さんには行っておきましょうっていうことですかね。こっちの現地の病院の歯医者に行くっていう場合と、こっちの日系の歯医者さんに行く場合っていうのでもちょっと値段変わってくると思うんですけれども、私は歯に関しては怖いのでできれば日系を選びたい派なので、この前ちょっと歯が痛かったので歯医者さんに行って、ついでにクリーニングもしてもらったんですけれども、その時の治療のお値段がですね399ポンドということで約8万円しました。これは保険が効かなかったらめちゃめちゃ痛い出費だなっていうふうに思うので、歯に関しては直前に日本でできる治療はしてから来た方がいいかなと思います。で、あとはこっちに住んでるうちにも歯だけには特に細心の注意を払って生活をしましょうってことですね。はい。で、いろいろと話しちゃったんですけれども、結論を言うと、日本の100均とか300均って本当にすごいと思うんですよ。こっちに来てよりそれを感じていて、値段でクオリティのものが手に入るっていうのは素晴らしいことだと思いますし、何より100均とかで売ってるものって誰がこれを思いついたんだってぐらいかゆいところに手が届く商品がすごい多いですよね。で、こっち、イギリスとか海外だとそんな便利グッズだなって思うほどものにまだ私は出会えてなくて、やっぱりそういう面では日本のものってすごいなと日々感じてます。なので海外に住まれる前には100均と300均にとりあえず足を運んで買えそうなものは買っといた方が
結果的に海外のその行き先で手に入ったとしても、おそらく日本で買った方が安いですし、損することはないのかなという私の意見です。はい。で、あとは日本から持ってきた方がいいってものと、別にこっちで買えるからわざわざ持ってこなくていいっていう感覚は人によって本当に違うと思うので、私のこの動画も確かにこれあったらいいなみたいなぐらいのゆるい感覚で見ていただければとても光栄です。はい。少しでも海外にこれから住むっていう方だったり、もうすでに住んでいて今度一時帰国するっていう方にはぜひ、参考にしていただければ幸いです。また次回の動画もお楽しみに。はい。ではまたね。